皆さんこんにちは、花です。宇宙の広大な彼方、膨大な星々と星雲の間を旅すると、想像を絶する美しさと驚異が広がっています。この壮大な宇宙の中で、私たち人類は地球というわずかな一点に住み、星空を見上げることで、宇宙の謎に思いを馳せることができます。私たちの知ってる宇宙はまだその一部に過ぎないかもしれません。しかし科学と技術の進歩によって私たちは未知の領域に足を踏み入れ、新しい発見を重ねてきました。ケプラー宇宙望遠鏡、皆さんはこの名前を聞いたことがありますか？この望遠鏡は遠くの星々を観察し、その中で地球のような惑星を見つけ出すための特別なミッションを持っています。そしてケプラー宇宙望遠鏡によって多くの惑星が発見されてきました。しかしその中でも特に注目すべき惑星が一つあります。その名もケプラー 1649c。 この惑星は私たちの地球に非常に似ていると言われています。何が似ているのか、どのような特性を持っているのか、そしてなぜ私たち人類がこの惑星に関心を持つのか。今回のエピソードではこの地球にそっくりな惑星ケプラー 1649c について、その謎と魅力を深掘りしていきたいと思います。私と一緒に未知の宇宙の旅へと出発しましょう。宇宙は広大なステージ、そしてその中には数えきれないほどの星々が輝いています。星の中にはさらに無数の惑星が存在し、その中でも特に注目すべき惑星があります。その名もケプラー 1649c。 ケプラー宇宙望遠鏡のミッションは太陽系外惑星、特に地球に似た惑星を探し出すこと。多くの惑星がこの望遠鏡によって発見されましたが、ケプラー 1649c の発見は特別でした。2017年、科学者たちはケプラー 1649c という名の惑星をケプラーデータの中から発見しました。この惑星は太陽のような星の周りを公転しており、地球と非常に似た条件を持っていることが明らかにされました。ケプラー 1649c は地球の 1.06 倍の大きさを持ち、表面温度も私たちの惑星と非常に近いと言われています。これは液体の水が存在する可能性が高いことを意味しており、したがって生命が存在する可能性も考えられるのです。またこの惑星は赤色矮星の周りを公転しているため、星の光は私たちの太陽よりも赤くやや暗い。しかしケプラー 1649c の大気の構成や具体的な環境についてはまだ詳しくは分かっていません。この惑星の発見は宇宙には地球のような惑星が他にも存在する可能性を示唆しています。もし他の星にも生命が存在するのであれば、それは私たちの宇宙に対する理解を一新することになるでしょう。ケプラー 1649c の発見は私たちの宇宙に対する好奇心を新たに喚起するものであり、未来の探査や研究の方向性を大きく変える可能性があります。これからもこの惑星についての新しい情報や発見が待ち受けていることでしょう。地球外生命の存在、新しい宇宙の謎を解き明かすための鍵かもしれませんね。
宇宙の中で私たちの地球に似た条件を持つ惑星を探すことは、まるで大草原の中の一本の草を見つけるようなもの。しかしケプラー 1649c はその中でも特別な存在として注目されています。それではこの惑星がどれほど地球に似ているのか、その類似性について深く探ってみましょう。まず最も注目すべき点はケプラー 1649c の大きさです。この惑星は地球の 1.06 倍の大きさとされ、これは太陽系の中でも非常に地球に近いサイズを持つ惑星とされています。そして公転周期ケプラー 1649c は約19日で自らの恒星を一周します。これは地球よりもはるかに短い期間ですが、赤色矮星の近くを公転しているため、その影響で適度な表面温度を維持していると考えられています。表面温度についてもケプラー 1649c は地球に非常に近い環境を持つとされています。これは液体の水が存在する可能性が高いことを示唆しており、私たちが知っている生命の形態にとっては欠かせない要素となります。また赤色矮星の近くを公転しているため、夜空は地球よりも赤く美しい星空が広がっていると想像されます。想像するだけでワクワクしますね。しかし全てが地球と同じというわけではありません。例えば大気の構成や磁場の存在、その他の環境要因など、まだ解明されてないことも多いのです。ケプラー 1649c の発見により、地球と似た環境を持つ惑星が他にも宇宙に存在する可能性が高まりました。しかし地球のようなという表現はあくまで条件や特性が似ているという意味であり、すべてが完全に同じというわけではありません。私たちが今持っている知識や技術では、ケプラー 1649c のすべての秘密を解き明かすことは難しいかもしれませんが、この惑星の発見は間違いなく私たちの宇宙に対する理解を一歩前進させるものとなりました。地球という特別な惑星が宇宙の中でどれほど稀有な存在なのか、それとも他にも多くの似たような惑星が存在するのか、ケプラー 1649c の探査はこのような疑問への答えを一つ一つ明らかにしていく鍵となるでしょう。宇宙の膨大な広がりの中で、私たち地球人が最も関心を持つテーマの一つはやはり生命です。そしてケプラー 1649c はその生命の存在する可能性に焦点を当てて調査されてきました。ケプラー 1649c の最も注目すべき特性はそのハビタブルゾーン、いわゆる居住可能領域内に位置していることです。この領域は液体の水が存在する可能性が高いとされる温度範囲に該当します。私たちが知っている生命は水なしでは存在できない。そのため液体の水が存在する可能性がある惑星は生命が存在するかもしれない場所として大きな関心を集めています。さらに赤色矮星の近くを公転するケプラー 1649c は星の放射線の影響を受けやすいと考えられています。しかしもしこの惑星に強固な磁場や大気が存在すれば、生命にとっての保護の役割を果たす可能性があります。一方で生命が存在するためには水や適切な温度だけでなく、
科学的な要素や環境的な条件も考慮しなければなりません。例えば大気の密度や成分、地表の物質、そして星からの放射線量など多くの要因が影響を与えるでしょう。ケプラー 1649c に生命が存在するかどうかを確かめるための直接的な証拠は現時点ではまだ見つかっていません。しかしその可能性を追求するための探査は続けられています。私たち人類が宇宙における生命の存在を確認することができれば、それは私たちの歴史の中で最も重要な発見の一つとなるでしょう。ケプラー 1649c はその答えをもたらすかもしれない星として多くの研究者や興味を持つ人々の目を引きつけています。生命とは何か、私たちはどこから来たのか、そして宇宙にはどれだけの生命が存在するのか、これらの問いへの答えを求める旅はケプラー 1649c の探査を通じて新たな一歩を踏み出しているのです。これまでの話からケプラー 1649c が私たちにとってどれほど魅力的な天体であるかお分かりいただけたでしょう。では今後この星に関する探査はどのように進展していくのでしょうか。未来の宇宙探査においてケプラー 1649c は疑いなく主要なターゲットの一つとなります。その理由として先ほど触れた生命の可能性をさらに深掘りすることが挙げられます。近い将来、新しい宇宙望遠鏡や探査機の技術進化によりケプラー 1649c の大気の分析や表面の詳細な観測が可能となるでしょう。これによりこの星の大気の組成や気候、そして可能性としては水や氷の存在を直接確認することが期待されます。さらにロボット探査機や無人航空機をケプラー 1649c へ送り込む計画も進行中です。これにより星の地形や地下の構造、そして生命の痕跡を探るためのサンプル採取が行われる予定です。また遠く離れたケプラー 1649c への有人探査も夢の中の話ではありません。新しい宇宙船の技術や生命維持システムの進化により遠くの星への長期的なミッションが現実のものとなるかもしれません。このような探査活動を通じて私たちがケプラー 1649c から学び取ることは計り知れません。地球以外の星での生命の存在、新しい生態系や未知の物質、そして私たちの宇宙に対する理解を深める手がかりがそこには隠されているかもしれません。ケプラー 1649c への探査は私たち人類の探求心と技術の進歩を結びつける素晴らしいプロジェクトとなるでしょう。そしてその結果として得られる情報は私たちの未来や宇宙に対する視点を大きく変える可能性があります。宇宙の果てに広がる無数の星々の中で私たちが次に手を伸ばすべき星、それがケプラー 1649c です。この星の謎を解き明かす日はそう遠くない未来に迫っているかもしれません。数多くの惑星が宇宙には存在していますが、私たちが最も関心を持つのは生命が存在する可能性がある場所です。ケプラー 1649c がその候補として浮上していることはご存知の通り。では実際に地球外生命との出会いはどれほどの可能性があるのでしょうか。まず
地球外生命とは一体どのようなものを指すのでしょう。私たちが想像する宇宙人のような高度な知的生命体か、それとも微生物のような単純な生命形態か。ケプラー 1649c での生命の探索はこの基本的な疑問から始まります。過去の探査で分かっていることは、ケプラー 1649c が地球に非常に似た環境を持っているということ。これは地球と同様の生命の発展の可能性を示唆しています。しかしそれが実際にどのような形で存在するのかはまだ謎に包まれています。微生物の存在を確認するための手法は、大気や土壌、水中の科学的なサンプルを分析すること。これにより生命の痕跡や代謝の産物を検出することができます。また特定の波長の放射や反射を利用して生命活動の兆候を探る方法も研究されています。しかしもしケプラー 1649c に高度な知的生命体が存在するとしたら、その発見は私たちの歴史に革命をもたらすでしょう。通信手段の確立や文化的な交流、さらには彼らの科学技術の習得など、数えきれない可能性が広がります。地球外生命との出会いは、私たちが自らの存在や宇宙の意味を再評価する契機となるかもしれません。他の生命体との共存や協力の方法、そして私たちが持つ生命の価値観を再考することが求められるでしょう。私たちがケプラー 1649c で生命を発見する日は、それが微生物であれ、知的生命体であれ、私たちの宇宙に対する認識や価値観を根底から揺るがす出来事となるでしょう。そしてその日がやってくるまでの過程や結果、さらにはその後の展開は、私たちすべての人間にとって大きな興味と期待の対象となることでしょう。地球外生命の存在を確認することは、私たちの歴史の中で最も重要な発見の一つとなるでしょう。ケプラー 1649c の探査は、その大きなステップとして注目されるべきプロジェクトと言えます。ケプラー 1649c の探査を通して、私たちは宇宙の無限の可能性を再認識する機会を得ました。この星が持つ地球との類似性、生命の存在の可能性、そして私たちの未来に対する大きな期待、これらはすべて宇宙の奥深さと私たちの探求心の重要性を示しています。私たちの世代は宇宙の探査の新しい時代を迎えています。技術の進化と科学的な発見が以前は想像もできなかった可能性を現実のものとして私たちの前に提示しています。ケプラー 1649c はその最前線に位置する一つの重要なポイントとなっています。しかし、この星に関する探査や研究はまだ始まったばかり。地球外生命の存在の確認、その生命が持つ特性や生態系の理解、そしてその知識をもとにした未来の探査活動。これからのステップは数えきれないほど多く、それぞれが私たちに新しい発見や驚きをもたらすでしょう。地球外生命の発見は、私たちの宇宙観や生命に対する価値観を根本から変える可能性があります。私たちが宇宙の中でどのような位置を持つのか、そして他の生命体とどのような関係を築いていくのか、
これらの疑問への答えを探し求める過程は人類の歴史において重要な意義を持つことでしょう。そしてケプラー 1649c の探査は私たちが直面している地球の環境問題や持続可能性についての認識を深める機会でもあります。他の星での生命の可能性を探ることで、私たち自身の星、地球の大切さを再認識することができるのです。このシリーズを通して、私たちはケプラ 1649c の魅力や重要性を深く探求してきました。しかし、これはあくまで一つのスタート地点。宇宙の探査は無限に広がるフィールドであり、私たちの好奇心や情熱を持続的に刺激してくれるでしょう。最後に、私たちが未知の領域に挑戦することの意義を忘れないように、それが私たちの進化や成長の鍵であり、未来への希望となることを。宇宙の中で私たち一人一人が果たす役割や価値を大切にし、次世代へとその知識と探求心を受け継いでいくことを願っています。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、あなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。